はい、こんにちは。今日はね、衛星水力発電やっていきたいと思います。資源の調達が難しい海上基地に発電の仕組みを組み込みたいってな話なんだけど、この衛星ってついてる時点でインチキ臭い香りしかしませんね。まあとにかく行ってみましょう。まず発電するためには発電用のモーターが必要なので、それを持ってくるところからですね。いろんなものを作りすぎてモーターが結構品薄なんだけど、最近あまり使わない要塞に発電機を用意してるので、それを外して持っていけば、あれ？そういえば最近使わないからってそれを使ってヘリを作ったんだっけか。こりゃ飛行機から外すしかないかな。他の乗り物は最近何かと使うのと、両軸化してたり付け外しがしにくいんだけど、飛行機は簡単に付け外しができるので、こいつから持っていきます。スライムの肉は少し先で使えるな。硫黄のついでに持っていくか。こんなに荷物増やすくらいだったらトラックで来ればよかった。出だしから予定が狂ってグダグダなんだけど先に言っとくと、今回いろんなことが予想通りにいかなくって、だいたいずっとグダグダですまあなんやかんやでトラックまでたどり着いたので、ついでに拾った荷物なんかも積んでいって、これで始めていきましょう。で、まず最初に言っとくと、この世界では無限発電っていうバグ技があって、モーターを2つくっつけると無限に発電できるっていう現象があるんだけど、私のところではこれを禁じ手にしています。まあやりたくても1つしかないのでできないんだけどねなので無限発電なしで新しい発電に挑戦しようってのが今回の趣旨です。で、この世界では波が起きないし、以前やった実験で波を起こせないのも確認済みなんだけど、それでいて水を使ってどうやって発電するつもりかというと、まあ見てもらった方が分かりやすいので、おりゃ、はい、水に草を沈めた時に不思議な反発力が発生してよくわからない挙動をするバグですねさっき無限発電は禁じ手って言ったんだけど、あれは便利すぎるので使ってないだけで、こういうクレイジーなバグは大好きですねこの現象を初めてまともに確認したのはサーフィンをやった時なんだけど、水を蹴りで沈めた時に発生する反発力って人体がこんなに吹っ飛んでますね。なのでこの不気味な動きを利用すれば発電ができるんじゃないか。モーターは電力を加えると時計回りに回るんだけど、反時計回りに回すと発電するので、こんな感じにタービンをくっつけて、ここに LED をくっつけとけば、手で回してみた感じ、ちゃんと発電した時に光るので、これで発電機自体は完成です。いざ。あれ？
これだとさっきみたいな変な動きはしないですね。手で持ち上げると当然動くんだけど、長さが足りないのか？重りか？全然ダメですね。水面スレスレの方が効果があるのかな？人間が乗って蹴飛ばすと当然その瞬間は動くんだけど、全然さっきみたいなクレイジーな動きはしませんね。振り幅を増やすために草を足してやったり、わざと角度を不規則にしたりして予想外の動きをするように仕向けてるんだけど、なんかね、微妙にピクピク動きはしてるんだけど、発電するほどの動きはしてないですね。可能性レベルで草の厚みをどんどん増やしていけば動く可能性がゼロではないんだけど、そもそも何かに接合してる時点であの動きはしなくなるような気がします。実はね、この段階で結構時間かけてって微妙に角度を調整したりしてみたんだけど、これはね、ちょっと成果が出そうにないし、この辺にしときましょう。ということで、エセ水力発電やってみたわけなんだけど、実は今回はね、これを一つ目としてインチキ臭い動力をあと3つやってみたので、その辺をサクサクお見せしたいと思います。2つ目、ゴム発電。これはね、以前つぼうじの回で最後のを負けてちらっとお見せした映像なんだけど、無限にパタパタ動くのってこれを使ってタービンを回転させれば発電できるはずって思ったんだけど、全然ダメですねっていうか、さっきの映像去年くらいの話なんだけど、この後のバージョンアップでゴムの挙動に修正が入ったせいか、やってみても全然動かないんだよねこれはね、修正が入ったのが原因なのかどうかわかんないし、グリグリやってたらバグったりするんじゃないかと思ってしばらく頑張ってたんだけど、残念ってことで、次3つ目、ドローン発電。これはね、自爆ドローンの爆発でタービンを回すっていう発電で、まあ結論から言うとダメだったんだけどまあでも動き自体は可能性を感じるものがありますね。ただ予想以上にダメージが入るので、そのリスク回避が難しいかな。基地へのダメージ対策はちょっと基地の構造を変える必要があって、それは資材と時間があれば大丈夫だと思うんだけど、この発電用のタービンを爆発に耐えられて、なおかつ爆発で吹っ飛ぶような素材で作らないといけないので、まずその素材の選定が必要なのと、それだけで本当に動くのかっていう不確定要素があります。なのでちょっとね、これは今回は小ネタとして置いといて、うまくいく目処が立ったら仕切り直しでやるかもですね。4つ目、冷却発電。これは地熱発電と同じで、温度差が発生する場所で
エンジンを回すってな発想です。水の放熱ってエンジンが回り続けるんじゃないかって思ったんだけど、少なくともこの辺の海は水上と水中で温度は変わらないですね。もし海底火山なんかあったりすると、海底でも地熱発電ができるかもしれないんだけど、今のところこの世界にそういうのはなさそうですね。逆に高いところだと温度が低くなることも確認してるので、例えばこのヘリポートに登ってみると、途中で1度ずつ下がりながら、てっぺんから手を伸ばした位置って下と4度変わってますが、この程度の温度差だとエンジンはまともに回らないので実用的ではないですね。ちなみに公式ディスコードにすごく細長い鉄の柱っていう90メートルの鉄の棒の設計図があって、この冷却効果を使えばエンジンが回せるはずなんだけど、90メートルの棒なんかをここに立てるとヘリが引っかかってぶっ壊れる未来が簡単に想像できるので、ちょっと今回はやめときましょうかねそんな感じでいろいろ試したり考えたりしたんだけど、結局のところ火力発電を組みました。燃料が必要なので無限ではないんだけど、過去に試した中で一番効率がいいんでね。ひとまずこれで文明的な生活ができるようになったので、また何か思いついたら試してみようと思います。ということで、海上基地での発電いろいろやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。っていうか何一つうまくいってないんだけどとはいえね、可能性を感じるものもあったし、まあそこはいずれ試してみたいと思います。ちなみに昔描いた絵の中にこれ風力発電っぽいものを描いてるんだけど、実は違います。っていうのもこれ描いたの1年以上前で、まだ電気は実装されてないんだよね。じゃあ何かというと、エンジンの蓄熱器、発送自体は発電機と同じで、熱を保存して船の動力とかに使えないかってな実験をやる予定だったんだけど、ただこの後の魔法瓶の実験で熱の保存は難しいってことも分かってるので、今はやる価値がないってことでスルーしてます。代わりに風力発電にしても悪くはなかったんだけど、これも過去の実験でこの大きさでも十分な電力が賄えないことが分かってるのと、この大きさだとヘリがぶち当たるんでねまあ何にしてもひとまずこれで電力が用意できました。これで安心していろいろできるようになったんだけど、まずはヘリ、こいつ用の武装を試したいということで、次回は爆撃ヘリやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。